岡田さん、よく立候補しましたね。そうですよね。あんまり心配はしてなかったってことなんですね。全く心配してないし、給料の部分っていうのはどうなってるんですか？皆さんこんにちは。サイボーズ式編集部の高橋段です。サイボーズの今ちょっと特別な取り組みとして全員取締役というちょっと面白い動きが出てきました。で、今回このことについて副社長の修さんと1年目にして取締役に立候補した岡田さんに来ていただきました。どうぞお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。取締役副社長をやってます山田修です。2020年の4月に入社しました岡田陸と申します。修さん、すごいバカっぽい質問なんですけど、取締役って何ですか？きっと取締役の人なんやろうな取締役っていうからには。で、株主がお金をこう投資してで会社がうまく回るように。でも株主が全部その管理監督ってすることっていうのはなかなかできないし、意思決定もタイムリーにできないんで、渡していく役割として取締役っていうのを株主が選びます。で、取締役は一つは意思決定のクオリティを上げるためにアドバイスをしたり、重要なそれで意思決定をしたりすると、もう一つはプロセスっていうのがちゃんと適法化とか効率的に回ってるのかっていうのを管理する、そういう役割を持ってるのが取締役。はい、難しそうな複雑そうな。よく分かったようで分からへんよね割と。岡田さん、よく立候補しましたね。取締役って何だろうって僕の口で分かったことを伝えれたらまた面白いのかなと思って立候補しました。今回のこの取り組みについてツイッターでも反響がありまして、いろんな方から批判もあり賛同の声もありで、その中から、改めてツイッターから集めた声っていうものをお二人にちょっとぶつけていきたいなと思います。多かったのが、取締役1年目なのに大丈夫なのっていうのがやはり多かったです。ということで岡田さんに質問なんですが、新卒の人は取締役の責任を理解しているのかどうか心配しています。偉い人、給料たくさんもらえる人というくらいの認識なのではないでしょうかと質問が来ているんですが、岡田さんいかがですか？最初はそうだったかなと思います。新卒の方が立候補したことに関しては修さん的にはどういった印象だったんですか？ちょっと岡田さんも気になる。どう思ったのかな。最初の方はなんか面白そうな人もいるけど、やっぱり社会人になってから間がない人っていうのはほとんどいなかったりしたから、やっぱそんなもんかって最初の年はあって思ってたら、横ってきて「お来た!」って言われたからそれこそ青野さんと「いや来ましたよ新人来ましたよ」って、ある意味嬉しかった。こういう責任であったりとか、そういったものは新卒の方にあんまり心配はしてなかったってことなんですね。全く心配してないし、趣旨を理解してちゃんと立候補してくれてるんだなっていうふうには思う。その全員取締役の趣旨であったりとか、修さんがなぜそこで心配しなくてよかったのかっていうちょっと仕組みみたいなところも少し説明していただきたいです。うちの会社は青野さんと畑さんと僕がやってて、僕らだけが本当に意思決定をする時に全ての知見があるのかって、それやればやるほどないなっていうふうに思う。時代がどんどん変わっていくっていう中でね、よく熟知してるミレニアル世代とか若い人たち、そういうような人たちの意見っていうのがすごく重要になってくる。じゃあそこを聞くっていう仕組みまずあった方がいいやん。それ取締役とかそういう話じゃなくて、普通に意思決定する時にあった方がいいやんって言って、オープンな環境の中で意見を言い合う、議論大事よねって言いながらやってるっていう、まずはそういう仕組みっていうのがうちの中にはあるし、完全にみんながオープンなところでやってるから隠れてやってると怪しまれると、だからオープンなところで会話せざるを得ないって、そうすることによって悪さが基本的にはうちの会社ってのはできない仕組みになってると。悪さできない、そもそもみんなの意見聞く仕組みがあんのに、取締役って何のためにいんねんって、権限を持ってやってればやってるほど僕らに経験が全部溜まっていって、ですごい重要なこの役割を次に引き継ぐってなった時にものすごいリスクが起こる。誰を選ぶかによって会社が右に行くか左に行くかっていう風になっちゃうんで、じゃあそもそも取締役っていう役割低くしてみんなができるようにしちゃったらなんかいいんじゃないかって、そんな感じの流れから今回の取り組みになりました。全く自分のためにならないとは思ってなくて、ここで一回経験してみて退任するにしても一回会社について考える、取締役について考えた僕がまたサイボーズにまだいるっていうのが
一つ意味になるのかなとは思ってて。岡田さんはすごい真面目ですね。真面目ですね。いやすごいですよ。僕が1年目の時なんて学生の頃に比べてうわ給料がめっちゃ入るみたいな感じぐらいしか思ってなかったので、給料の部分で僕のイメージだと取締役は何千万ももらってるみたいなイメージがすごくあるんですけど、今回サイボーズの取締役は給料の部分っていうのはどうなってるんですか？何も変わりません。取締役が給料が高いっていうのは大体はこう出世していって権限がこう高いポジション、もちろん責任もあるんだけれども給料も高くなる、権限もあるし責任もあって、でそれに対して報酬もある。これが世の中の取締役の常識っていうか思われていること。今回に関しては権限っていう意味では相当縮小化っていうかほとんどないに近いような状態。責任っていうところもそれに合わせて少ないので、報酬っていうところもそれは気にしない範囲でいてねっていう。何一つ仕事内容では変わってる。そう取締役会にはもちろん出てね、承認っていうプロセスっていうのはあるんだけれども。補足解説です。取締役の権限を縮小化し、責任は少ないので報酬も少ないと説明していますが、そもそも取締役の責任は法定で社内の意思決定で軽減できないと決まっています。ですがサイボーズ社内では議論や情報が常にオープンになっているので、取締役が高度な注意義務を果たすことが実質的にあまりない状況になっています。権限を行使する機会がないので特別な報酬は与えていない、給料は変わらないということになります。もう一つですね、質問が来ております。全員取締役も全員同列なわけではないだろう、新卒取締役の扱いってどうなるんだろう、上限下限くらい違いあるでしょうと来てるんですが、いかがですか？ない100% ない。理想の番人ですよね今回は。長くいる人の理想が理想になってしまうのはすごい怖いなと思うので、逆に僕みたいに知らないことが多い人が入ってて、そこに対して理想を問い続ける姿勢を持つっていうのは必要なのかなとは思うんですけど、そういう意味では取締役になることによって意識が変わるといいよねって思う。ちょっとなんかこう言ってみようかなって、俺理想の番人っていうところに手を挙げてもうたし、提案ちょっとしてみようかなって、そういう意識の変化みたいなところがね出てくるかもしれない。それはいいなと思うよね。今回の取り組みにはやっぱり一個ポイントになるのがオープンにするっていうところがまず大前提必要っていうんですよね。深掘っていきたいんですけど、オープンにすることをサイボーズみたいな文化が整ってないところに行って、おさむさんだったら何から始めますか？僕自身がやってきたことっていうのは、権限がある持ってる人の情報からオープンにしていく。今持ってる情報の全部をいきなり全社員にじゃなくって、この情報ここの人まで広げてみたらどうなんだろう、こうオープンにしていくっていう工夫をやっていくと、意外とあれってなんでこんなの今までここまで隠してたんやろうって、隠すことのコストあるからさ、漏れたらあかんから隠さないといけない。でもこういうの出していったりすると、そこは漏れてもいっていいっていうか共有したい話になるから、ここ管理コスト減っていくんで、意外となんか楽になって、そうするとみんなから意見がもらえたりとか、みんなが主体的になれたりとか、少しずつなってそれを体感しながらやっていくっていうのがいいんじゃないかなと思うけどね。岡田さんにお聞きしたいのが、サイボーズに入って初めてめっちゃオープンだなって思ったことってありますか？議事録が全部上がってる最近ではもうどんどん録画で全部上がってる。研修も録画探したら全部あるし、取締役について僕が履行したことについてでも見ることができるっていうのはすごくいいなと思いました。怖かったですけど、すごいめっちゃエゴサしたんでサイボーズあるあるかもしれないですね、ちょっとエゴサしがちなんで。何が気になった？エゴサ理由そう岡田さん自身がサイボーズでさいいのかなってなんか思ったところがあるわけやん。4月にそのオンラインで入社して僕からしても知らない人が多いし、僕のこと知らない人が多いと思って、誰でもいいよって言ってもさすがに知らない人が取締役に何か名乗りを上げているっていうのはちょっと何か思う人はいるんじゃないかっていうのは正直ありました。なるほどね。だって1年間でまだ、ね、さっき言ってたけど出社したら20回とかぐらいなんで、会ってる人も本当限られてるもんね。チームと同期を除いたら10人ぐらいとしか喋ってないとかになると思うんですよね。会ってないっていうのになるので、オープンにしたことによってどんないいことがあったのかっていうのを。意思決定とか何かしてるところでね、オープンにしてたら何やったところでだって僕言ってたよねって言えるっていうか、
みんなが知ってたかどうかは知らないけど、知ろうと思ったら知れるところで僕は話してたし、経緯とかも伝えてるつもりだから、そこで何も言わなかったのに結果だけ見て何か言うのっていうのは僕ちょっと辛いなっていうふうに言い訳ができるまあ逆で突っ込まれたりするっていうか、いろいろ意見言われてる、まあ、それで気づかされるっていうか、また思考が深まることもすごくあったりするし、経営会議とかさオープンになってるじゃない。あれ見てどう？あれ結構難しいところもあったり、見てはいるんですけど、情報をしっかりとキャッチアップできているかでいうと、そこまで自信がない回とかもあります。なるほどね。でも確かに見えてなくて結果だけ落ちてきてたら嫌だなとは確かに思うかもしれないです、CM 出すらしい、どこで誰が議論してたのっていうのになるかもしれないので、社長もこういう考えを持っててとか、立案した人がどういう考えを持っててって見えるのは確かにいいのかもしれないですね。で経営会議もオープンなんですよって言って、僕どれだけの人があの経営会議の議論に興味あんのかなって思うわけ。自分がやってる業務って目の前の業務でさ、まあ言ったらあんま関係ない話をやってて、直接の業務とあんまりなんかつながってけえへんかったりするから、すげえもん見れてるみたいな感じって意外とみんな思ってないんじゃないかなって。まあ、その程度の経営会議しかしてないって言われるとそれまでやねんけど、私ここで言ってたよねっていうのも、いやそれは追えないよみたいな、それをなくせる一つとして大きいことは、ああやって経営会議として上げて、みんなの見える場所、通知も行くところでやるっていうのは一つ大事な、ここで社内からのご意見も紹介したいと思います。先ほどの話にもありましたが、サイボーズでは経営会議を含めあらゆる情報をオープンにしています。こうすることで情報格差がなくなり、全員取締役を実現できます。ですが、先ほどのおさむさんの話のように、目の前の業務と関係ないから見ないかもしれない、情報が多すぎて置いていないということもあります。形式的にオープンになっていても見られない人が出てくるのであれば、実質的に全員取締役が機能するのかと矛盾を感じるという声もありました。もちろん経営会議の議事録をしっかり見ている方もいらっしゃいますし、直接コメントで意見をすることもあります。このあたりはサイボーズとしてもまだまだ改善が必要そうです。じゃあ次のツイッターからの質問に移りたいと思います。新卒社員に税関注意義務なんて発揮できないでしょ質問が来てるんですが、おさむさん、この税関注意義務っていうのはどういったものなんですか？法的なプロセスにちゃんとのっとってんのかとか、ルールは守られてんのかっていうようなところを、言ったら注意する。守られるのかって言ったら、全然誰でも税関注意義務なんて守れる。逆に言ったら、大人の権限と報酬とステータスを守ろうってしてる人にこそ守られへん可能性があるぐらいに、それは取締役としてじゃなくって一人のサイボーズのメンバーとしておかしいことをやってたらおかしいですよっていうふうに言う、それが質問責任であって、それに指摘された人はそれを答えるっていうのが説明責任であるし、だから全員が果たすべきことなんであって、新人だからとか、なんか偉い人だからと経験があるからとか、そういう話じゃ全くない。僕が今後出すってなったら、一サイボーズ社員としてだし、もしかしたら若手としてかもしれないし、一人として挙げているっていうものだと思います。おさむさんがまた何かやらかしてんだと、お前ちゃんと言えよ取締役としてっていうのは、これはあんまり期待してない会話で、ちゃうってあんた言えよあなたが気づいたんだったらあなた言えよっていうところが大事。一応肩書きというか、サイボーズ取締役っていうものが作られてるんですよね。岡田さんはじゃあ、例えばじゃあ面接の時とかにサイボーズ取締役の岡田ですっていうので、新卒採用担当の岡田です。ほぼそれは面白いな。一次面接で取締役出てきたらそんなもしこれ動画見てくださって新卒採用の方、ちょっと受けていただける方は岡田さん出てきても取締役ですけど、普通の人として、全然、本当に扱っていただいて、採用担当です。ネタになる全員が取締役になれるっていう制度を実施するには、やっぱり根底にはオープンであるっていう前提がやっぱりとても重要だっていうのがすごい分かりました。最後にですね、今回の取締役立候補に関して岡田さん、何か意気込みはありますか？意気込み1年目だからこそ何か見えればいいし、何か見えたことを今後伝えていけたらいいなと思ってます。おさむさんは取締役を降りるということなんですが、展望といいますか、サイボーズどういう会社にしていきたいなっていう
のはありますか？誰かの意見で何かが右に左に行くんじゃなくって、自分の意思でいろんなことができたりとか、いろんな人の意見がありながらそれがなんか決まっていく。そういう人たちが一緒にこのチームを理想を目指して一緒にやっていこうよって生き生きワクワクする、そんななんか組織の第一歩として権力の権限みたいななんかこう取締役っていうのを少し権限を低くしていって、全員が取締役になってみるみたいな。取締役っていうブランドを外して、おさむさんが言うことは面白いから協力しようとか、そういうように思ってもらうようになんかなりたいな。自分自身がね、全員取締役とか新人1年目が取締役っていうのをきっかけに、うちの会社の取締役はどんなことしてるんだろうとか、自分がやってる取締役っていう仕事はどうなんだろうっていうのを考えてくれる人がいたら、僕個人としてはとっても嬉しいです。素晴らしいまとめでした。ありがとうございます。今回お二人のお話を通してサイボウズの全員取締役取り組みがどういったものかっていうのをご理解いただけたかなと思います。サイボウズ式編集部ではこれからも新しい会社の形をですね模索する様子を発信していきたいと思っています。この動画がいいと思ってくださった方はぜひ高評価ボタンをお願いします。興味のある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どこやねん。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。